はい、お願いします。はい。では、お久しぶりです。改めまして、歌であ、す。今日は、陶芸家の、桑田拓郎さんと、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今、桑田さんって岐阜ですか？岐阜です。はい。アトリエにいるんですか？アトリエです。あ、はい。うん。まあ、今、家ですか？僕は今、はい、実家にいます。ああ、はい。今、でも本当に世の中大変ですけど、桑田さんは毎日どう過ごされてる？今、今ですね、あの、今アトリエですけど、自はい。宅とアトリエを行き来してる感じですね。あ、そう自宅から車でそのままもう、アトリエで、はい。で、まあ、一人で作業してっていう毎日なんで、はまあ、実際今こういう時期ですけど、い。はい。うん、そのいつも孤独が多いんで、大きくこうはい。何かが変化っていう感じ、まあ、制作してる時は、まはい。あ、淡々と一人の時間が多いんで変わらないって言ったら変わらない感はい。じですね。まあ、ただ大きくは違うんですけど、ざくっとどんなスケジュールでやってるんですか？スケジュ結構。ールは朝9時に来て、9時とはい。か来て、で、メールとかして、それでご飯食べたりし、結構適当ですね。なんか、その時作業の、その段取りとかで、はい。そうですね。で、まあ、ご飯食べてまた夜作業する時もあればはっていうい。感じ。いや、でも、本当に、本当はコロナなければ、家族と一緒に、あの、岐阜のアトリエにお邪魔させていただきたいなと思ってたんですけど、はい。はい。でそう。も、それはまた今度のうん。機会になんか、なりますよ。ね、本当に、確かに、ね、というか結構、あの、あれぶりで、いつぶりって感じですよね。そうですよね。なんか結構、2年ぶりぐらいじゃないですか。はい。なんか、一年半ぐらいも経っちゃいましたね。1年半ぐらいですかね。そうですね。あの、みんなでご飯食べた食べ後、て、はい。続き、サプリームの、はい。上映会ですか？ですよね。そうですね、はい。時ですね。で、中華そうですね、渋谷で、で、あはい。れが初めてですよね。そうですね。その時に、カメラマンの近志さんがそうね。言ってた、はい。なんか、祖母がテレビ番組で、桑田さんの、あそうですね。の、茶碗を、使ってたと聞いて結構びっくりしたんですよ。そうですね。それ最初の時に話しましたよね。そうです。なんかね。そう、僕ははなんかそれで、歌くんって、おばあちゃんがキリンさんだっていうことで、い。はい。はい。それで、そう、なんか、そういう話しましたよね。そういえば。はい。なんか、ご縁っていう感じで、すごく嬉しいですね。うん、そうですね。なんか僕もちょっとびっくりな感じで、なんか不思議な感じで、それは、たまたま見てたんですか？それとも、僕もおはい。正月っていうか年末だったかな、たまたまテレビ見てたら、キキキリンさんが出てて、で、京都をのいろんなところに行く番組で、は面白いなと思って、い。いいはい。なって見てたら、最後でなんか自分の茶碗がまさか。出てはい。きて、はなんか飲んでると思って、すごいびっくりして、で、その時の、コメントで、飲んだ後に、なんて言うんだろう。そうですね。キリンさんはお客さんだから、いかがでしょうか。お茶を出してもらう立場だったんで、それでお茶が亭主から出てきて、それで亭主でキキキンさん飲んで、そはい。の後、あの
亭主がどうですかみたいなこと言う、お茶おいしいですかみたいな感じで聞いたとはい。きに、大変ですとかってはいはいはい。言ってて、見ました、見ました。ちょっと思はい。わず、ちょっと笑っちゃいました、なんか。はい。なんか、ちょっと心配だったんですけど、なんて言われるんだろうと思って、まあなんか、でもすごい大変ですとかって言って、なんか、はい。そう、うん。昨日もちょっとまた動画見直してて、あ、そうですね。はい。それで見ましすごい、なんた。かはい。ちょっと笑っちゃいました。はい。実は、自分も、笑ったっていうか、いい意味ですごい嬉しくて。あ、ありがとうございます。うん、実は、この間、ようやく桑田さんの、アートピースの、現物を見ることができたんですけど、見る機会があったんですけど、ああ、ありがとうございます。兼近さんのギャラリーで、はい。3つ拝見させていただいたんですけど、うん、どんなやつですか？なんか一つはゴールドのものと、うん、もう一つ、プラチナムがかかってるような、うん、茶碗型のものです茶か？碗っていうか、ベースっていうんですかね、ベースみたいな、うん、こういう、下が平たくて、また広がっていくみたいなものと、うん。この、なんか2メートルぐらいのあ、大巨きい。大なオブジェみたいな、はい。あ、どうですどうですか？本当に、もう茶碗は結構、持ちよもりがして、もう存在感が結構ありましたね。なんか、歌くんって、特に陶芸やってる、やったことはないよね。あ、なんやったことはあるんですけど、あ、あの、そうですね、多分、いつかな、小学生の時に、うん。なんか学校の遠足かで、あ、どっか行ってみたいはい、やった覚えがあるんですけども、それ以来は全然、あの、やったことがなかったんですけど。な。なんか、全然歌くんとは、まあ、なんつうんだろう。こう、仕事として分野が違うし、なんはい。かそういう歌くんから見て、ああいう作品見てどう思う、なんて言うんだろう、本当にどんな感じなのかなとかって思ったりとか、いや素いや、朴な感じの疑問で、うん、思っはい。たり。なんていうか、ちょっと不思議な感想なんですけど、うん、この間見たピースで思ったのが、なんかでも本当にすごくポップな色使いうん、と、なんか、桑田さんのその暴れてるデザインみたいなのが、うん、うまく混ざってて、見てると本当に心が落ち着くような感じはして、うん、これ、置いてあったら、本当に、心が落ち着いていいなと思ったんですけど、なんていうか、なんか見た目はどうで、あの、伝わってくるものが正みたいな感じがしたんですけど、うん、そしたらその時、一緒にいた近しさんが、あの、桑田さんがそういう人だからねって言ってたんですよ。はい。そう、うん、はい。もう多分ありがとうございます。そのままだと思います。はい。でもやっぱり桑田さんは、桑田さんの中にその両方のバランスがあるって感じなんですかね。うん、基本的に、なんつうんだろう。まあ、一人が結構好きだし、普段はい。だから、そういうところ、まあ、地味なタイプ。うん、だから、やっぱりなんていうんだろう、性の部分で言うと、はい。そういうところがそう一人でいるとか、やっぱなんかやっぱクラフトとか、まあそういうまあなんていうんだろう、ものづくりって、やっぱり静かで、一人の時間の時にいろんな素材の変化だったりとか、はい。
そういう、まあ、なんか、そういう時にいろいろ感じることがあって、はなんかそういうところで、こう騒がしく何か自分がやってる時って、そういうふうな、なんて言うんだろう、ところがこう見れないこととかが結構多い気がしてて、い。はまあ、それは自分の特徴なのかもしれないけど、もちろん騒がしいところでもそういうふうな何か面白いことをパッと見つけれる方もいるとは思うんだけど、自分の場合は、い。はすごい一人で、地味にやってる時の方が、い。はい。そういういろんなことを気づけたりとか、は感じれたりとかい。うするっん。ていうのがあって、うん、それが、そういうことを大事にしたいっていうのはすごいある。であ、も、でも、ただの地味な地味になっちゃったらダメだから、ダメっていうか、やっぱりなんか人といて、なんか見て楽しいねとかっていう共有したいとか、こう共感したいっていうところはすごい好きだし、だから、まあ、例えばポップなはい。色だったりとか、そういうものとかもすごい好きだし、なんかそれをこう地味な自分とそういう、なんて言うんだろう、そういうもっと、華やかなっていうか、そういうところが一緒になったらいいなはい。っていうのはすごい思ったりとかしてて、そういう風な感じがあるのかなって思ったりとか最近はい。してます。どうですか、うたくんはなんか今モデルとかはい。の仕事で、なんあ、か、あとまあ、俳優っていうか、ちょっと僕もちゃんと分かってないかもしれないんだけど、いろいろな仕事さあ、れてると思うんだけど。はい。でも、やっぱり、今回こうやって、自分がファッションの世界に入ったことで、桑田さんみたいにアートの世界の人たちと、関わることができたのも面白いと思ってますし、例えば、あの、ファッションも、あの、例えばですけど、音楽の世界ともつながってるので、そういうのを通じて、いろいろな面白い出会いがあって、あの、本当に楽しいですね。僕もそれは、そういう、あの、やっぱ一人でこもってると、作品の発想力もなくなるから、ちょっとはい。遊んでほしいです。なんかすごい今、Wi-Fi の環境が悪いかもです、でも、僕は。不安はもっと、なんか止まっちゃってます。すいません。今止まってます。すいません。今は大丈夫。大丈夫です。はい。はい。でも、桑田さんはもっと世界中回ってますよね。じゃあ、そんな、たまになんか、展覧会の時だけですけどあ、ね。うん、ちょっと止まってました、今。そうですね。ちょっと Wi-Fi の環境が、今は大丈夫です。さっき止まってました、ちょっ今、大丈夫。と。はい。ちょっと悪い状況が。そうですね。今止まって。あ、今戻ってきまし戻ってきました。はい。た。はい。うん。まあ、結構でも、海外ずっと歌くんは、中学校からそうですね。行ったよね。中学校の時からいるんですけど、でも、今回、あの、あの、去年、日本に戻ってきたばっかりなんで、うんうん。今回のコロナのこともあって、普段より家族といる時間が増えて、うん。それもそれで、あの、楽しいんですけど、いろいろ話しはい。たりとか。そうですね。あと、12歳年下の弟がいるんですけど、ああ、はい、はい、アート好きな、ピカシさんに。なんですけど、はい。はい、弟の宿題手伝ったりとか、うん。バスケやったりとかして、うん。
絆が深まってる感じがしますけど。ああ、結構長い時間そうですね、結構、なかった。あ、そっか。そうだよね。なんで、海外行ってたし。休みの時しか会ってなかったんで、うん。最近は本当にもう毎日家にいるんで、うん。一緒に。絵とか描いてるんだもんね。そうなんですよね。絵描いたり、そういう、アートピースみたいなのを作るのが好きで、それもやってるんですけど、一緒に歌くんも描いたりとかしない？一緒にやったことはないですね。大体その弟が描いたもの見せられたりとか、作ってる様子を見てみたいな感じで、うん。一緒にやってじゃなくて、作ってる様子を見てみたいな。性格は違うの？全然性格っていうか似てるとか似てないとか。そうなんですかね。でも結構、3人兄弟なんですけど、うん。妹と弟がいて、そのうん。中で言ったら、一番アーティスティックっていうか、うん。その中でも、年も年ですけど、結構うるさい部分もあるんですけど、うん。はい。歌くんはどんな感じの性格だとだとっていうか、その弟はそのでアート好きでっはい。て感じでしょ？そうですね。どうですかね。いや、自分もアートは好きなんですけど、あうん。の、やるタイプではないっていうこととか、そういう。でも小さい頃結構絵は描いてたんで、うん。それが、今家の中に飾ってあったりするんですけあ、ど、へえ。うん。でもどっかで少なくなったのかな。自分バスケやってあ、るんですけど、はい。うん、あ、知ってます、知ってます。はい。多分それで、途中から結構、バスケの方にがも集中してったう、知っんで、てってことだよね。はい。あの、全然違う話なんですけど、桑田さんが、なんか制作中に、なんかヒップホップを聴きながらやるって聞いてるんですけど、うん。どういうものをどういうものを聞くんですか？その、なんか、高校生の頃に、はい。その、ダンスとかが好きで、それあ、で、そのヒップホップの、その、90年代のヒップホッはプとかすごい、その頃聞いてたのを懐かしく今も聞くこともあれば、い。はうん、全然、まあ、ね、今のヒップホップは全然今違うし、い。まあ、はい。はい。そんなにオールジャンル今は聞くあ、感じにはなっはてますけど、でもやっぱりね、その頃のあの音楽はやっぱりその時の考えてたこととかすごい思い出すし、い。うん、一人で作ってると、なんかは昔こんなこと考えてたなとか、そんな思いながらい。作ってるのも結構好きだったりとか。えー、うん、その音楽をかけることによってなんか効果とか影響があるんですか？その制作中にみたいな。うん、その例えば今言ってたような懐かしい曲とかかけて、その時のその年齢の自分が考えてた時の考えてた時のこととか考えて、はい。なんか一人で妄想でこうなんて黄昏れるっていうかそはい。れで頑張れるみたいなこととおー、か、まあ、あ、うはい。ん、でも作業によって全然聞かない時もあるし、なんか音楽やっぱその聞くっていうかやっぱりこうなんか体がこう踊りたくなるみたいな感じの音楽だったりすると、もう制作そっちのけでそっちの音楽の方になっちゃうから、本当にそのなんていうの、うん、その聞く時と聞かない時っていうのが両方あるかな。うん、作業によって、うん、はそうってい。そう、感じ。音楽聞はい。くいや、もうヒップホップ大好きなんで、ヒップホッですプと R&B ね。なんで、うん、自分もバスケやるときに音楽聴きながらやるのが好きで、
まあ、音楽は本当いつでも聴くんですけど、うん。例えばその今、桑田さんが言ったみたいな、制作中、バスケで言ったら、まあ、その練習してる時うん。に、そのなんか本当に自分の世界に入っていくようなうん。感じで、まあ、自分の場合はなんかモチベーションが上がって、うん。頑張りたいなみたいな、うん。で練習も頑張れる時があるんですけど、うん。あ、でも、うん、一緒。うん、そういうモチベーションがっていうのは一緒だと。モチベーション、はい、うん。そうですよね。もうん、ちろんその聴いてる曲によって、フそうだね。ィーリング、いろんなフィーリングがうん。湧いてくるんですけど、なんか、ちょっと遊びに行きたいですね、なんか。例えば、その、さっき言ったように、そのファッションの世界も、音楽うん。に、通じてるので、うん。あの、例えばラッパーのコウ君とかああ。が、生まれたりして、うん。そういう出会いも面白いですけどね。桑田さんも、なんかこの、これは昨日の写真ですけど、なんですか？これ、ああ、こうくんと、そうですね。見に来てたんですね。うん。いや、なんか、全然もう、なんかね、僕よりもだいぶ年下だけど、やっぱすごいなって、うん、そうですよね。思うし、なんかはい。すごい刺激になる。うん。まあ、歌くんと本当になんか、まあもうみんなから刺激もらうね、なんか、そういう意味で。うん、やっぱ、だから、うん、そうだ。なんか、だからみんなで何か、なんか遊びに行きたいな、みたいな。そうですね。すごい思う、それは。それもそうですけど、はい。でも今度、ぜひ、アトリエにうん、本あ当、遊びに行かせうん。てくいや、ださい。うん、はい。あの、陶器作って、そうですね。久しぶりに、そうですね。はい。うん、本あの当、弟とか、うん、ぜひあの、ぜひ、桑田さんの作品にすごく興味持ってるんで、はい。みんうん、なで行きたいなっていう話をした。そうね、ちょっと動きやすくなったら、うん、ぜひ、そうですね。いろいろ落ち着いてからですけど。うん、はい。僕もちょっと東京とかそうですね。行ったはい。時は遊んでください。はい。またご飯でも行けたら。はい。はい。そんな感じ。そんな感じですね。はい。そんな感じですね。はい。わかりました。はい。でも今日はありがとうございました。はいや、こちらこそありがとうございまい。楽しかした。ったです。ちょっと頑張って制作します。はい。はい。期待してます。はい。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。